北海道ラーメン、中華鍋で油とひき肉と、もやしを炒めて作る工程なんですけど、みんなに美味しく食べてもらうために全力を注いでます。初めて食べると、どうぞいらっしゃい。いらっしゃいませ、どうぞ。すごく食べやすい、良かった、美味しいです。味噌が北海道の本当に風味効いててすごい美味しかったです。これやっぱ多分好きじゃないとできる仕事ではないんで、僕は本当好きで楽しくやってるんで。どうせ。お待たせしました。チャーシューのスープ。これはチャーシューのタレですね。うちこれでチャーシューを2時間弱煮込むんですけど、でチャーシューの中までこう味が染み込むんで、そういう感じでやってます。これチャーシューだけですか？なんか煮卵とかも。これはチャーシューだけです。卵は、このタレをまたさらに、加工してまた3時間から4時間漬け込む感じで。ただもう肉の旨味もやっぱ詰まってるチャーシューのタレなんで、より卵も美味しくなります。やっぱうちの卵ってこの当日つけて当日使うっていうのがないんで、これはもう、定休日明けの次屋台のお店が水曜日あるんで、それで使う卵をこれから仕込みます。一日にどのくらい卵は出てるんですか？1日大体平均60個ぐらいは毎日剥いてます。これ今卵冷やすんで、これ仕込みはだいたい毎朝7時ぐらいからですか？毎朝そうですね、大体7時前後には来て一人で仕込んでる感じです。大変ですね。大変です。いや大変なのかな。楽しいですね。屋台が水木金でやってるんで、屋台の日はお店が11時から2時までの営業で、屋台が5時半から8時半なんで、その1日の仕込む部分をやるってなったらやっぱり7時前後には来ないと間に合わないです。毎日本当5時間ぐらいしか寝てないんで。大変ですね。でもなんかもう本当メリハリがあって僕はすごいいいですけどね。休む時は休んで、働く時はガッと働いて。これやっぱ多分好きじゃないとできる仕事ではないんで、僕は本当好きで楽しくやってるんで。お休みはお店が月火休みなので、
そこでは体を休めて、水曜日から日曜日まではもう美味しいラーメン作るためにひたすら頑張ってます。これが卵のタレです。元はチャーシューのタレなんですけど、それを、またアレンジ加工してちょっと甘く煮詰めてるんですけど、味噌ラーメンこう何種類かあると思うんですけど、それぞれどう違うんですか？みやび味噌は、白味噌をベースとした、一般的な北海道味噌ラーメンですね。焼き味噌は中華鍋で、その名の通り味噌を焼くんですけど、赤味噌と白味噌をブレンドしてる味噌でまた違った味噌の風味を多分感じられると思うんで、濃く味噌はちょっとピリ辛な赤味噌と白味噌をミックスした味噌を使ってて、焼き味噌と同じなんですよ。いろいろ油とか調味料を変えてるので、辛味噌は、その名の通り辛い味噌なんですけど、うちの辛味噌はその辛いのが苦手な方でも一応食べれるように作ってはいるので、ぜひ食べてもらえると嬉しいです。全部味噌はそのうちがお願いして工場で作ってもらってるので、うちしかない味噌を使ってるんで。この味噌作ってもらってるのは北海道の会社ですか？そうです。北海道の会社さんに、ここから都度取り寄せて、そこからそうです、全店舗取ってる感じです。一番人気は焼き味噌です。ただ僕は小さい頃から、このラーメンを食べて育ってるんですけど、僕が一番好きなのは焼き醤油なんですよね。ああ、そうなんですか。味噌じゃないんですか？唯一無二で、どこにもない本当の、全部唯一無二なんですけど、なんだろうな、本当味わったことがないラーメンが焼き醤油で、なんとも言えない味わいですね。そうなんですね。作っててもやっぱすげえうまいなって。多分僕がめちゃくちゃ好きなだけなんですけど焼き醤油は、はい、醤油をフライパンでやってるんです。この中華鍋で、油で醤油を、焼いてるイメージです。醤油は普通の醤油ですか？いえ、これもうちの北海道の会社にお願いして作ってもらった醤油で、焼き醤油専門のタレです。卵は、3時間から4時間このタレで漬け込むんですけど、本当うちの卵って真っ黒になるんですけど、そこから、1日寝かせれば黄身まで色も変わって味も作ってより美味しく食べてもらえるように前の日から60個剥いてますもう入れただけでこうやって色ちょっとついちゃうんで、そうですね。ここからずっと放置ですね。混ぜながら。
ャーシューは1日でどのくらいやるんですか？うちは毎日チャーシューを仕込むっていうスタイルではないんですけど、一気にバッて作っちゃって、はい。今日24本仕込むんですけど、これがもう1週間以内でもなくなっちゃうんで、仕込んで当日使うとなるとチャーシューの中まで味が染み込まないんで、うちはちょっと日数置いた方が美味しくできる感じに作ってるんで、やっぱ平日水木金ってお店って屋台やってると1日やっぱ7本ぐらい使っちゃうんですぐなくなっちゃうんです。だから日数を置きすぎても美味しくなくなっちゃうし、短いとやっぱあまり美味しくないし難しいですね。さっき半分に切ってたじゃないですか。はいまあそれをこの1本だとこれ入んないんで、ああ、なるほど。操作的に。仕込みははい卵やって、はいチャーシューやって、あとは何をやるんですか？あとは、今スープを煮込んでるんですけど、これを14時間前後煮込まなきゃいけないんで、まあ、はいこれを煮込みつつ、他の卵やらチャーシュー、あとネギ、チャーシュー切ったりとか、営業用のとかをやる感じですね。スープを煮込む時間がやっぱ重要なんで、だからその分早く来なきゃいけない。スープは、はい出汁は何も？うちはげんこつと背骨とトントンを入れてるんですけど、豚の頭です。あ豚の頭実際に見ますか？分かりづらいですけど、これが豚の頭ですね。目がついて、その3種類入れて14時間ぐらい煮込むんですけど、だから本当はこれ水から作るんで透明なんですけど、こんだけの出汁がすごいたくさん出るんで、とろみも出てくるんで、麺にその辛みついてくれるんで。あ、かき回すのは、はい定期的にやんないと。そうですね、やっぱこうイメージはカレーライスをイメージしてくれれば分かりやすいんですけど、すぐ下の方焦げちゃうじゃないですか。なんでそのとろみがついてくるとなおさら下が焦げやすくなって、焦げの味しかしなくなっちゃうんで、これ一番重要ですね。焦がしたら商売にならないんで。これはそれぞれ油です。やっぱ味噌、塩、醤油全部あるんで、ああ、全部種類があって油も。これが味噌ですか？これはうちの醤油、焼き醤油でしか使わないタレですね。あ、タレじゃない、油です。これは焼き味噌用油ですね。焼き味噌の味に合うように油も全部作ってるんで、これは塩、あと他の味噌だったり、焼き味噌、焼き醤油の油なんで、それ以外のラーメンはこの油で。これは香味油作ってるんですけど、うちのお店で。ラード系のやつ。そうです、ラードですね。やっぱ北海道ラーメンはラード使うんで、全部ラードです。
ネギはどのラーメンにも入ってるんですか？いえ、うちは酢ラーメンを主体とした券売機設定になってて、ノーマルラーメンがネギ、刻みネギしか乗ってない状態のラーメンで、お客様自身でこうカスタマイズしてもらうっていうスタイルにしてるんですけど、だからこの白髪もどんだけ出るか僕も想像つかないんで、前まではその1杯決められたラーメン、あんな感じで1杯決められたラーメンを提供してたんですけど、やっぱこの物価高騰で、ラーメンの値段を上げるのもいいんですけど、やっぱラーメンって庶民的な食べ物って僕は思ってて、高いラーメンは僕はあんま出したくはないんで、こっち側がこう工夫するしかないなって思って、どうしようかなって悩んでた時に、そのトッピング制もいいんじゃないかなと思って、お客様の自分の財布と相談しながら選べた方がいいのかなと思って、今年の4月から券売機をちょっと変えたんですけど、システムを、いや物価高騰だからラーメンの値段も上げるねっていうのはもうやってきたんで、それだと一方にやっぱ上がっちゃう一方なんで、やっぱ工夫しなきゃいけないなっていう、それで今はこのスタイルにしました。こちらのラーメンの、はい一番の特徴みたいなのってどういう部分？北海道ラーメンってやっぱりその中華鍋で油とひき肉と、もやしを炒めて作る工程なんですけど、北海道ってやっぱ冬寒いじゃないですか。その中でやけどするぐらい熱々なラーメンをみんなやっぱ食べるんですけど、こっちのラーメンってこの丼で油返しスープって入れて、そういう調理工程だと思うんで、また作り方から全て違うのが特徴かなと思います。中華屋さんとか行けば中華鍋って結構使うと思うんですけど、ラーメン屋で中華鍋使うのは多分北海道ラーメンじゃないのかなと思います。これは今チャーシューに似てるんですけど、チャーシューのその豚肉を煮てるとチャーシューの脂が浮いてくるんですけど、それをそのラードとしてラーメンに香味油でまだこれから調理するための油を溜めてます。ちょっとの油でももったいないんで、豚肉から出る生の油なんで、ラードなんで。お米は何合ぐらいやる？1日4キロぐらいですかね。これはライスとしても出るし、チそうですャーハンとか。いえ、うちは白米とチャーハンのお米は全く別なんですけど、チャーハンはもう炊飯器の状態で炊き込みご飯みたいな感じで味付けをして、これはもうチャーマイ丼と生姜チャーシュー丼とライス関係です。これも北海道から、お米も送ってもらってるんですけど、その社長の友達がお米農家さんで、そこから買ってます。このお米は献上米って言って天皇陛下も食べたことあるお米で、すごいいいお米ですね。でここから30分ほど、お米を水に漬け込んで、お米の中まで水分がいくように、そしてから炊くとお米がより美味しく炊けるんで、みんなに美味しく食べてもらうためにすごいですね。細部までのこだわりが。すべて全力を注いでます。これチャーシュー沸騰してきて、ここの沸騰してから2時間煮込むんで、ここでじっくり味付けをします。これはチャーハン用のお米ですか？これチャーハン用のお米です。はい。白米と
チャーハンのお米で、チャーハンちょっとやっぱパラパラにしたいんで固めのお米使って。ここで働かれてどのくらいですか3年くらいですね。なんか出会いが面白くて、友達のがバイクで事故ったんですけど、それの目撃者が店長でしたね。すごい連絡取ってて、うちに入んないかって言っていただいて、それで入ってます。麺も北海道からですか？あ、麺も北海道です。じゃあ札幌の西山製麺さんから、麺を特注で作ってもらってて、うちのスープに合うように札幌から送ってもらってます。じゃあ本当に全部北海道ですよね。あ、そうですね。全部北海道で、それを、僕が美味しくできるように素材を生かします。ツヤが全然違うんですよね。確かに綺麗ですね。はい。西さんがそうやってるとプロテインにしか見えない。飲んじゃいます。あじゃあまたチャーハンのお米は、その北海道のお米とはまた変えてて、すごく良すぎる米を使ってしまうと逆にチャーハンはなんかパラパラにできないんですよね。ベタついちゃうっていうんですか、その北海道のお米をちょっと使えないんですよ。この状態でタッパーにどけといて、で注文が入ったらそこから炒めるっていう、水分を飛ばしながらパラパラに少しで。煮てるスープをこすんですけど、やっぱガラとかアクとか入っちゃうんで、それをこしてこの綺麗なスープの状態にして使っていく感じですね。これがなくなりそうだなと思ったら、もうその前からやっぱスープを炊いていかないと間に合わないんで。この量はどのくらいでなくなるんですか？これは大体70杯ぐらいですね。1日でなくなっちゃいます。席2回転するときついです。入ってますか？もちろんもちろん。また研ぎます。これうちの味噌です。北海道から送ってもらってる。そうです。これはみやび味噌ですね。
中今何分ですか？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞ。どうぞ。お疲れ様です。目上がりは。始めたでしょ。すいません、それでお待ちください。お待たせいたしました。よろしくお願いします。どうぞ。いらっしゃいませ、どうぞ。こんにちは、どうぞ。はい、どうぞ。いらっしゃい。撮影するよ。はい。卵が食べた。卵があっち。はい、よろしく。いらっしゃいませ。こんにちは。卵は入れてた？はい、入れました。チャーハン待ちで。ちょっと。はい。お待たせしました。はい、どうぞ。
ごい美味しかったです。味噌がすごい北海道の本当に風味効いててすごい美味しかったです。ルモイの方でも食べたいたんですけど。北海道の店舗の方も行かれたんですか？そうですそうです。だからもうすごいこっちの方でも出てるっていうのこの前見たんで、こっちの方にぜひ行きたいなと思ったんで今日来れてよかったです。ありがとうございました。またお願いします。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。どうす。お待たせしました。飲んで。いいよ。はい、いらっしゃいませ。はい、順番にお願いします。お待ちください。じゃあ外でお待ちください。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。おい。来ました。焼き醤油、海苔、卵。ああ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
らっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ。お味はいかがでしたか？北海道の味噌ラーメンってなんか脂っこいラードが使ってあるようなイメージがあったんだけど、すごく食べやすい感じで良かった。美味しいですね。はい。すいません、お待たせしました。どうぞ。お待たせいたします。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。お待たせしました。はい、どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。やっぱお客さんすごいですね。ありがたいです。本当に。いらっしゃいませ。よし、オッケー。よう。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんで、こうしたら2丁いっちゃって。はいよ。いらっしゃいませ。
どうぞ。ありがとうございます。またお願いします。お待たせしました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。すいません、座ってお待ちください。いらっしゃいませ。と焼肉。はい。いいよ。綺麗。いいよ。いらっしゃいませ。すいません、外のベンチでお待ちください。外でお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。します。ごちそうさまでした。本当に。